一緒に準備をしていきたいと思います。顔がマジでちっちゃいのよ。一食一食大切にしていきたいなってもうこんなん常識ですよ。普通に。ローマって行ったことないの？意外。おはようございます。今日は今私たちはサントリーニにいます。すごい、めっちゃいいお部屋。めっちゃいいお部屋で、みちちゃんはよく Vlog とかね、抜き打ちファッションチェックにも出ていただいてるんですけれども今日は一緒に準備をしていきたい、ゲットレディしていきたいと思います。嬉しい。ありがとうございます。もう本当に早朝なので私たちテンション低めだけど、早速じゃあもう準備していきましょう。確かにめっちゃ早朝。マジ早朝よ。時差ボケね、やばいよね。1時間に1回ぐらいなんかパッて目が覚めちゃって、それみちちゃんに言ったらみちちゃんもだった。でも本当に5秒とかだよね。でまた起きちゃったって寝てみちちゃんって超ウケるのが、全部フルサイズで持ってくるの。でもフルサイズで持ってきてないですね。全然できてない。日焼け止めとかもちっちゃい。日焼け止めもちっちゃい。まあ体っていうかなんつうの、トーンアップだけちっちゃいやつで。そうですよね。これのちっちゃいの持ってました。同じやつを持ってたんですけど。すごい。フィックスミストもちっちゃいやつだし。わ、本当だ。そうこれすごい。全部このサイズでちゃんと。まあすぐなくなるこれはね。でもまあ旅用ぐらいだったらちょうどいいですよね。ちょっとさすがに今回の旅にはちっちゃすぎたけど、ファンでも私がフルサイズで持ってるので問題ないです。そうだね、借りるね。もちろんです。だってメイク落としとかもフルサイズ持ってきててびっくりしちゃった。なんか結構詰め替えをしないんですよ。なるほどね。売ってたら買うんですけど、ちっちゃいやつね。ないからこれでいいや。結構怠けです。スーツケースもすごかった。はい、もう本当に恐ろしい。お風呂帰ってた。2個パンパン。2個パンパンだよね。しかもみちちゃん、ありささん私2つあって1個空っぽなんでみたいな。全然物入れてくださいねとか言って両方もうワンサク持って開けようと思えば開けられます。ありがとう。思えばでも大丈夫。私たち2人ともね、鏡がないから。そう、大変。これでしてます。ちっちゃい。ちょっと剥がそう、さすがにこれ。もう私これで塗っちゃうんだ。なんで。本当ですか？私肌なじみが悪すぎて。前は何を使ってました？スポンジとかさ、ブラシとか使うけど、ちゃんと化粧するときはもう旅行の時とかめんどくさいから、もうスキンケアみたいに塗っちゃう。でスポンジ使う。でもアリスさんのお肌本当に毛穴がないんですよ。私こんなにない人見たことなくて、逆にしてないんだろうなって思いました。レーザーとかそういうの。毛穴ケアしてないかも。しない方がいいのかもってちょっと最近思ってます。なんかしてからの方がすごい気になるようになりました。だってあれ言っていい？着いた日にさ、みっちゃんがなんか洗面所で何かやってるなと思ったら何やってたのあれは。覚醒を取ってました。ずっとこうやって鼻のなんかやってて何してんのって言って、もう私大好き気持ちいいんですとか言って。覚醒を取るのが本当に大好きで。それってさ、ビュッてやると出てくるの？ビュッてでもないよ、毛穴。あるんですよ。結構ビュッてやんなくても、その普段は出てないんですけど、やっぱすごい乾燥したりすると出るので、飛行機14時間の後なんでもう鼻触ったらザラザラしてる。やったと思って、部屋に帰って撮りたいってもうずっと結構毛穴にとらわれている。それさ、なんか毛穴スッキリなんとかとかじゃなくって、普通になんかそもそも毛穴って触っちゃいけないらしくて、角栓とかももちろん取っちゃいけないらしいんですよ。そしたらそこが穴になって、そうだよね、毛穴が大きくなっちゃうらしいんですけど、我慢できなくて。我慢できないのね。我慢できなくて。それさ、トーンアップを何度も重ねるの？いや、日焼け止めを塗ってトーンアップを重ねてます。はい。普段はトーンアップだけで SPF いっぱい入ってるんですけど。私も重ねればよかった。顔確かに。今日は絶対焼けるよね。絶対焼けますね。でもケミオくんの上からね、あれ借りれば大丈夫。もう私メイク直しのもの持ち歩かないから、一度外でよれたらもう本当に。けどみちちゃんがよれてるのとか見たことない。結構よれ、マスクの時とかめっちゃ。確かにマスクはそっか。しかもアリサさんそんなに厚塗りじゃないんですけど、私ファンデがめちゃめちゃに
悪口とかじゃなくて普通にめっちゃ厚塗りなんですよ。で、厚塗りになるタイプを選んでるし、だからよれちゃうとめっちゃ嘘っぽい肌にしたいんだよね。そうなんです。だからすごいちょっとでも取れちゃうとめっちゃ分かりやすくて。ファンデはこれ使うの？ファンデはこっちを使ってます。ジェスジェップ。何それ？聞いたことない。なんか韓国のなんですけど、めっちゃいいです。ジェスジェップ。ジェスジェップ。これはお外のお直し用で使ってます。はあ。ぴったり。びっくりした。しかもこういうタイプなんだ。スポンジにつけちゃう派ね。はい。何をする？手につけてから。じゃああんまり意味ないってこと。どういうこと？結局手でやってるのと変わらない。そうだね、確かに。こうやってやるんだ。はい。足りないこれでも。本当に厚塗りなんですよ、結構。見たい。めっちゃ厚いです。けど本当に肌綺麗だよ。てかさ、顔がマジでちっちゃいのよ。そんなことないです。お豆ちゃん。白玉お豆ちゃん。マジ可愛い。そうやって塗るの？ファンデをめっちゃ叩き込む。そうすると、てかめっちゃツヤファンデだね、それ。確かに、結構マット系かと思ってました。結構綺麗なツヤが出てる。へえ、なんかでもみちちゃんの綺麗なお肌にこのファンデをのせていくとさ、私もそれやりたいって思うわ。本当ですか？綺麗。めっちゃいいですよ。新宿の伊勢丹に。ぜひ、嬉しい。いい？真似して。全然。ここにのせて、ちょっとにしとく。で、これをどんどんのせて。はい、これをどんどんのせていきます。あと私スポンジを湿らせてるんですよ。遅いわ。すいません。遅いわ。すいません。本当に。どんどんのせてくる。そうなんですよ。それでこれ結構ツヤツヤになります。確かに結構カバー力がある。これすごいですね。このファンデを使ってからパウダーがあんま好きじゃなかったんですけど、パウダーで蓋をするようになりました。なるほどね。そうすると結構よれにくく。有名なブランド？なんか一回お仕事をさせていただいたことがあって、すごいいいのは知ってたんですけど、たまたまお仕事で韓国に行った時にヘアメイクさんもこれで。へえ。なんかヘアメイクさんが作ってるブランドらしくて、それは結構信頼度高めだね。そうなんですよ。めっちゃ良かったです。ウォン・ジョンヨさん使ったことある？ないんですよ。でウォン・ジョンヨさんってさ、ブランド名呼びづらくない？なんかもうさ、ウォン・ジョンヨって言ったら呼び捨てやん。なんかむずくない？ウォン・ジョンヨさん。でもウォン・ジョンヨってブランド名です。そう。シュウ上村と一緒なんだけど、なぜかさ、ウォン・ジョンヨさん。面白い。ウォン・ジョンヨさん。あのパウダーとかめっちゃいいよ。やっぱやばいんですね。ヘアメイクさんの作るブランド。すごいいい。しかもめっちゃ安いですよね。そうですよね。ていうか意外とこれ使ってんだね、ディオールの。私もそれ大好き。大好き。チークのイメージないんだけど、みっちゃん。本当ですか？絶対。なんか真っ白い肌って。でも確かにめっちゃ薄めかも。薄くない。シェーディングが本当に苦手で、だからいらないじゃんだって。必要です。メイクさんは絶対してくれます。してる？はい。でも自分でやったことある。自分でやったことあるんですけど、できなくて、なんか本当にそんな可愛いものではなく。ノーズシャドウってする？しないんです。なんか鼻綺麗だもんね。全然です。本当にいつはしてますよ。私本当にノーズシャドウしないと鼻がベッてなっちゃうから。いや。アリサさんは本当に存在感のない鼻っていう、もうみんなが目指してる鼻ですよ。存在感のない鼻っていいの？いいんですよ。だって逆に高すぎたりすると、存在感のある鼻って高かったり大きかったりするんですけど、ないじゃないですか。もうそれが理想です。みんなそこを目指して、そうなの？はい、走り出してるんですよ。優しいね、みっちゃん。あやささんっていっぱいいいお店知ってるじゃないですか。どうやって調べてるんですか？何のお店？東京のカフェとかもいつも会う時もめっちゃ可愛いお店教えてくれるんですよ。そう？どこで調べてる？けど私ハマるとっていうか、結構1個のとこおかわりすることが多いかも。なるほど。とかフラッと歩いてて気になるとか。確かに今回も行ったアイスクリーム屋さん、おかわりですもん。そうたまたまね、でも気づかなくて。そうなんですね。けどみちちゃんたちあれだよね、マジでさ、飯とか気にしないタイプだもんね。飯気にしないですね、結構。でもやっぱアリサさんの連れてってくれるお店が素敵で、一食一食大切にしていきたいなって学びありますね。せっかく食うならうまいもんがいいな。そうなんだよね。はい、わかりますわかります。私もみちちゃんの年の時とかは何でもよかったし、食にお金かけるなんて意味わかんないって思ってたの。だったらなんか物買いたいっていう物質的な人間だったんだけど、
っぱ年とともに美味しいもの、あとコロナ禍で外食に対しての価値観が変わったっていうか、まあ確かに。そう、それはあるかも。でも本当に確かに適当に食べてますけど、コロナ禍とか本当に毎日帰り道にマック買って帰ってたんですけど、そういうのやめました。コロナになって本当にすっごいまともにはなりました、これの食生活が。アイシャドウはパースか。そうなんです、最近聞いて。どっちの方？ピンクの方？私はピンクをピンクを目に使ってます。涙袋はこっちの白い方を使って、これをわざわざこのために持ち歩かないといけない。これだけ。あ、そっか。はい。こっちを最近はよく使ってます。かわいい。発色もいい。発色がめちゃくちゃ良くて。あやささんって地毛黒いんですか？めっちゃ黒い。意外。なんかね、若い時はちょっと茶色かったのね、学生の時。だから赤毛届みたいなの学校厳しかったから出してたんだけど、なんかブリーチしすぎか生えてくる根元めっちゃ黒いんだよね。髪質も変わったりするんですね。変わる。なんかよく妊娠したら変わるって言いますよね。毛質がすべて。可愛いカールになってほしい。確かにそうだね。可愛いのがいい。せっかくは可愛いくて毛がいい。なんかさ、この間さ、同年代の友達がこのシャネルのスティックあるじゃん。水っぽくなるやつ。わかりますわかります。これをずっとほうれい線にね、こうよれなんていうの、化粧直しとして塗ってて、なんでそんなとこに塗るのって言ったら、だってほうれい線って影だからみたいな。はあと思って一応持ってきたんだよ。すごい。なんかちょっとなんかでもよれる気がして、水っぽいから。そう、結構私も化粧終わった後に何か上にのせるのマジで怖いです。今日3回ぐらい服変えたいの。わかる。まずとりあえず朝の部撮って、でちょっとうちら撮らなきゃいけない写真とかもあるから、そういうの終わらせて、ランチ撮ってまた夜変えてってしたいです。しかも昨日の服がさ派手すぎてさ、もう全部同じになっちゃって印象深すぎて。一緒かね。そう、だからでも昨日はあれで正解でした。私はなんかもう結構なんかギリシャ山岳地帯でしたよね、思ったより。なんか結構ハードだったらロングワンピース着ちゃって、ほんとこんな持って大変だったよね。持ってみたいな、結構大変でしたね。マジで階段山岳部。ケート使ってる眉毛大好き。はい。いろいろ全部変わるんですけど、これだけは高校生の時からずっと使ってます。何使ってます？眉毛。眉毛これ。なんかね、こっち側がこうポマードが入ってて、そう。ポマードって口先女を退治する言葉。何それ何それ。ポマードポマードポマードって言うと逃げていくんですよ。ポマードって何ですか逆に？ポマードってなんかこういうヘアポマードとかだったら、なんつうの、ちょっとジェルじゃないんだけど。液体と固体の間みたいなやつで、髪とかもさ、メンズとかだとポマードじゃない？知らなかった。美容用。何それ？口先女？はい、口先女が出た時にポマードって3回唱えると逃げてくんですよ。見たことあんの？ないです。ないですよ。でもいつか出る時のために私はしっかりこの年まで覚えてるんです。だって覚えとこう。だって他人事覚えとこう。覚えといた方がいいですよ。じゃあ口先女が来たら、ポマードポマードポマード3回で大丈夫。何情報それ？もうこんなん常識ですよ普通に。はい。多分もう育っていくうち、海外とかですか？日本です。東京ですよ。子供の時どういう話題してたんですか？もうこんな話ばっかりです。口先女に襲われた。世代が違うのかな？なんでだろう。全然聞いたこともない。そっか、一応年齢差10個ぐらいあるから10個もないか。だって何年だっけ？7個ぐらい。98です。俺9個9個。97の年か。はい、そうですそうですそうです。97の代で8学年違う。ちょっと待って。でも8学年違う。89だ。89、そっかそっか。信じられないよ。ありがとう、遊んでくれて。こちらこそですよ、本当にみんな優しい。けどうちらマジこの1年で超距離詰めた。確かに詰め方怖かった。1年前さ、1年前っていうか2月か去年のロスで一緒だった時とか、別にさ仲はいいけどさ、確かに確かに、なんかあみちちゃんみたいな、ねみたいな感じだったよね。
確かに。で別にきっかけとかもない。確かにね。ですよね。また遊ぼう、東京帰って遊ぼうとか言って、が増えちゃんとご飯とか行ってたもんね。はいはいはい。でもやっぱアリサさんのなんかお話、多分アリサさんはもうこれを教えてあげるよみたいな気持ちもなく適当に喋ってることがすごいなんかもう人生の適当に喋ってる教科書みたいになってすごい会いたくなっちゃいます。ポーズ借りよう。本当ですか？最初の借り。ぜひぜひ。サントリーニどう今のとこ？めっちゃ楽しいです。半日ぐらいしかない。結構めっちゃもちろんサントリーニは知ってたし、来てみたいと思ってたけど、来るとは思ってなかったですね。そうだよね。いつかはみたいな感じでした。遠い感じするしさ、遠いけど。もう乗り換えある時点で結構前って感じなので嬉しい。しかもさ、かといってファッションウィーク行ってるけどさ、ファッションウィークの前後に行く体力ないよね。そうなんですよ。よしも旅行苦手なんですけど、すごく。あ、そうなんだ。はい、お外出るのがお家が大好きなんですよ。それでもやっぱサントリーニはここ逃したらもう人生行くことなさそうだから一瞬行こうかなって迷ってます。本当？もう後半でアリサさんが「行く?」って言って「行きません」って途中までは濁してたのに言ってたね。途中までは濁してた。来れたらよかったのに。けど私もさ、4年前来た時にもう一生来ないんだろうなみたいな、なんかけど絶対また来たいと思って来れたからさ、嬉しい。そうめっちゃ嬉しい。でもそんなにたくさん行ってるアリサさんが好きな街なんですね。めっちゃだってなんかさ、ザ観光地好きなの。あー確かにめっちゃ観光地ですね。でも今回来てもやっぱまた来たいと思った。ちょっとアイラインやりすぎた。もう修正不可能で。だから逆も合わせに行くしかないな。アイメイク大胆ですけど上手ですよね。なんかアイラインとか私大胆にやっちゃうともう左右不対称になっちゃうから。本当？はい。なんか地味めにやってで全然不対称なのをごまかすって感じです。あ、涙袋描いてんの？はい、そうなんです。影を描くようになりました。すごいできた。すごいね。めっちゃ涙袋ないので描いて。そう？はい。あるんですけど結構デロンデロンなので小さめに描いてます。すごいよね。マスカラをね、コテで温めるんだってみちちゃん。あ、マスカラじゃない、ビューラーか。なんかライターとかでも炙ったことあるんですけど、そしたら鉄の部分が熱くなっちゃって。あ、そうだね、熱いよね。なんか忘れてそう。アリサさんマジで早い。早いんだよね。ちょっとラメとか入れてみよう。どこのですか？パッドマグラス。マスカラについてる。そのほうれい線って影だから、さっきも言ってたんですけど、コンシーラーをのせてあげると明るく見える。明るいコンシーラー。そうですね。明るいコンシーラーそこに塗るといいって言って、で分かるんですよ。やったことあるんですけど、なんかここだけよれちゃう気がしますよね。割れてきちゃうからさ。本当に誰か本当の正しい方法教えて。ホットビューラーは使わないの？ホットビューラーも使います。整えるのに使います。めっちゃまつげが下がりやすくて。そう。はい。パーマはしないの？してるんです。したこともいっぱいあるんですけど、後半もぐっちゃぐちゃになる。あれやだよね。あとね、私今回上がりすぎてて、もう刺さる。なんとかまぶたに。だからマスカラ塗るのも超大変だし、わかる。なんかもうちょい緩くてよかったんだよね。だから次はそういう。羨ましい。すっごい綺麗に上がった。すごい。維持もできるんで。これたまにめんどくさい。これだよね。はい、これやっぱエレガンスですよね。これだよね。エレガンス超キープ。毎回じゃあ自前メイクの時はこれちゃんとそうなんです。でヘアメイクさんとかも自分のヘアメイクさんはいつももう用意してくださってるんですけど、やっぱみんな他のヘアメイクさんみんな手大丈夫みたいな、毎回先生毎日もうやってるんでみたいな。やっぱ絵面が狂ってるからびっくりするよね。びっくりされちゃうんですけど全然大丈夫。でもエレガンスつけるとマジでやばいよね。はい。可愛い、本当に可愛いみつちゃんって。本当に。なんか本当おっぱいの大きな赤ちゃん。昨日からずっと言う。アリサさんが言ってくれて、何嬉しいって思ったんだけど、ケミオくんが横でエスターだエスター。本当に言ってた。
でもそうなんですよ、エスター作中で探しないで潰すんですよ、胸。本当やだ。ケミオくんって面白いです天才ですよね。でも結構まだ旅序盤ですよね。2日目だもんね。で1回明日私たちはお別れをして、私はお仕事があるのでポジターノに行って、でまた次イビサ合流。やばい。本当に。イビサで合流して最後ロンドンに行って終了で、うちらフライトも一緒だし、ね、そうなんですよ。もうミコノス行きたかったな。てかミコノスも行ってポジターノも行きたかった。確かに確かに確かに。ポジターノも昼だけ別行動でみたいな。ローマとかはどうですか？ローマ知ったことないの。意外。ミラノしかない。ポジターノとかいっぱい行ってる。フィレンツェとかも何回か行ったけど、ローマはない。こうですもんね、ミラノ、フィレンツェ、ローマみたいな。もう遠いんだよね、はい、てか多分みんなね、みちちゃんを生で見たら本当に顔の小ささにびっくりすると思う。そうでもないです。でも私も正直学校とかでずっと言われてきたんですよ、顔が小さい顔が小さいって。だからまあ大きくはないんだろうなとは思ってたんですけど、この仕事始めて本当一番身長がちっちゃいのに一番顔がでかい。でかくないわ。並んだ時とかにすごいって思います。いやマジちっちゃいよみんな。顔。どんどん出来上がってきた。もうこんなに丁寧にやってもめっちゃついてる。本当だ。ついてる。完成？はい。完成しました。ちょっと寄りましょう。完成しました。こんな感じです。お化粧は完成して、今から髪の毛とお着替えをしてまた戻ってきたいと思います。可愛いちっちゃい。これちょっと普通にしてみて。はい。ほらほら。もうマジで手なんだよね。だってこれ普通にもみあげに置いてんだよ、手。こうとかじゃなくてもみあげに置いてこれだよ。マジでちっちゃい。かわいい。はい、ありがとうございます。着替えます。私たちの準備ができました。こんな感じ。みちちゃんはフェンディ。はい、フェンディのフェンディのマスクになってます。かわいい。後ろ見せて、後ろ。はい、後ろがかわいい。素敵です。私はヒュンセ。かわいい。これマジでかわいいですね。上下。上下とも。両方だけど別々で、ギリシャで着たくて買いました。わけわかんないの。見えますかね？わけわかんない。これやばい。かわいい。アイスさんってなんか唯一無二の服いっぱいある。かわいい。これエッセンスでも買えたよ。はい、そんな感じでこっちにしようか。今日はみちちゃんと一緒に準備動画を撮りました。みちちゃんありがとう。朝早く起きてくれて。なんか絶対テンション違いますよね。そうだね、間違いない。はい、やっと脳も起きたので、今日は楽しんでいきたいと思います。はい、ランチに行ってきます。バイバイ。